韓国ソウル地下鉄コンデイプク駅。着いた。来るたびに思うことやけど、やはりコンデは学生街やからか人が多い。さて今日行くところはこっち。活気がムンムンと伝わってくる、そんなコンデイプクの街をこちわさびが今日も行く。6番出口を出て向かい側にはコンデ味の道。行ってみればもっちゃこいも。だが今日はそっちではない。合ってるはずや。駅出て1本目の路地に入ってまっすぐ。ひときわ道で存在感を放つこいつ、ドリアン。結構ええ値段すんねやろな。匂いは結構きついけど味はうまいの俺は知ってる。なんとここはドリアン帝国。パック詰めにされたドリアンやったりドラゴンフルーツが売ってる。南国フルーツ大好き。とはいえなんかこの辺漢字が多ない。左側は麻雀っぽいし、右側はトップスタイルみたいな感じかな。上を見上げても携帯ショップみたいなのあるし、そこはパンダなんやな。ハングルよりも漢字が目立つ。これはわかるで、刀削麺やろ。雰囲気的にうまそうやな。だから犬も鳴く。あ、そうだ。そんな道をずっと来ると右に入る通りが見える。今日はこっちか。やはりこの辺リトルチャイナや。なんか急に異世界に入り込んだ気分。今日の店見えてきてるで。着いた。早くもっこした俺マイラやっこち。今日のお店はソンファヤンコチ。てか目の前もヤンコチ屋さん、斜め前もヤンコチ屋さん。ヤンコチの激戦区。あれまだ犬おる。やっぱりここにもパンダ。パンダと同じように俺も串を頬張りたい。入店です。こちらのメニュー。いやメニューがどこにも書いてない。そう、ここではタッチパネル注文。よし選ぼう。まずはヤンコチ。普通のやつと熟成されたやつがある。じゃあ熟成。あとは一品メニュー頼んでいきたいけど、やっぱりここはベーシックでいくか。数ある一品メニューの中からカバロウ。あとちょっと緑系が欲しいな。ってことでここはこいつ、パクチーの和え物。最後はやっぱりヤンコチにはビール。二大巨頭が並ぶ。チンタオとハルビンどっちにしよう。と言っても映画ハルビンにも出たしな。ハルビン完璧。これで注文していこう。ポチッとぐりぐり回って注文完了。俺もタボン。目の前にはヤンコチの代名詞。名前わからんけどこいつ、稼働前の静けさ。壁にはオリジナルクマックデロ。2002年ワールドカップからの味を堪能させていただこう。ということで準備してくださった基本のおかずは乾燥豆腐の和え物、ザーサイ、角的いったピーナッツ、そしてヤンコチには欠かせないこのクミンのスパイス。そして来た。栓抜きにはチンタオビールのパンダちゃん。チンタオからハルビンまで飛行機で2時間。カンフーパンダ。ちょっとぐるぐるできひんかったんは心残りやけど、やっぱりヤンコチにはビールやからな。これだけは譲られへん。まずはお肉が運ばれてくる前にハルビンで喉を潤す。本日1杯目グビグビ。唇が震え出す。麦の秋、ビールの音に犬沈む。ありがとうございます。タイミングで炭が運ばれてくる。そしてダクトも下ろされる。動くで。店員さんがスイッチをオンにしたら動く。始まりのゴングが鳴り響く。電車のレールのように俺も乗車開始。そんな時来た。熟成されてるからか見た目も赤黒い。普通はピンク色やったりするからな。そいつを設置。回り出した。
店によっても違うけど、ここはこの穴に入れるスタイル。じゃあもうこうなったら乗せるだけ乗せていこう。一気に乗せれるのは5本までなので、まずはこれがラスト。5本一気に踊り出す。俺も首だけ踊り出す。ハルビンまで行って何も食べてなかったから、まずはザーサイパクリ。ザーサイの香りがふっと消えると、ラム肉の香りが鼻に入ってくる。どれどれ、ええ感じになってきたんちゃうか。肉から出た水分が煙に変わって上昇してる。よし、ええ感じの焼き色。もうこれだけでたまらん。焼き鳥みたいに食べたらやけどするから、この上でギュースポン。こいつをまんべんなくクミンのスパイスにつけてやる。熟成やんこち、どんなんやろか。一口。今日俺の推しが決まった。火の上で汗かく回転アイドル、沼った完全に。熟成されてるからか柔らかいけど、その中にもシコシコとした食感があり、ラム肉の独特な香りがまろやか。こりゃうまい。おお危ない。炎が叫びを上げていた。ふう、丸焦げになるとこやったね。あれ、クミンついてる。おでこにつけて持って帰りたくなる美味しさ。これで一安心。いきなり焦ったからちょっと落ち着こう。これも結構好きなんよ、乾燥豆腐。そんな俺の体も乾燥せえへんようにこいつが運ばれてきた。結構癖あるから嫌いな人も多いと思うけど、俺は大好き。パクチーの和え物をパクリ。こちらは結構辛めけど、このパクチーの爽やかな香りが口を駆け巡る。あ、そうや、ええこと思いついた。やんこち2本。そいつを一気に串から抜き取り、クミンの待ち受けるお皿に乗せていく。炎の上で熱く焦がれたその思い、今こそ放つ時。くるりくるり数切れお皿に移動。もう一つ、そしてもう一つの香りが添えられた。一緒に羽ばたけ。肉残ってる、欲張りすぎた。まずはこれだけ。熟成ラム肉の旨味がじゅわっと出た後、パクチーのシャキシャキさが上塗りしてくる。残ったやつ食べようかな思ったけど、あかん。これは入れなあかんやつや。ハルビンの街の風を全身で受け止める。もっとください、この組み合わせ。これで準備は完了。左手が傾き始めると、金色の冷たい泡が喉を滑っていく。そしてパクリ。俺の本能が食事ではなく巡礼に向かわせる。さらにもう一段香りを重ねる。それを口に入れた瞬間、向こうの方からやってきた。すぐ裏切る。グラスはちょっとこっち置いとこ。もうちょっとしたとんかつ。ほんまは切って食べるもんやけど関係あれへん。噛むと感じる外カリ中もっちり。そしてこの甘酸っぱいタレに食欲が増すんよ。これは反則メニュー。胃袋が前のめり。外側と内側の食感のギャップがずるい。ここで確定。酸味から酸味へ。ミルタンとはこういうこと。再び胃袋は前のめり。冷静になったと思った舌は再び熱さを求める。いい色のこいつもお忘れなく。いったピーナッツ一つ。カバロウはあんだけ大きな口で食べてたのに足りるかそんなもん。ここに人類の英知が集結。やっぱりピーナッツはこうやって食べんと顎は満足せえへんで。一番満足してる。じゃあそろそろカバロウ切っていこう。穴が多い。めっちゃ見える。穴あきトングの力も借り、ハサミで直近直近。こういうの綺麗に切れると気持ちいいね。快楽に溺れ出す俺。直近。
ええ感じに一口サイズになってきた。ちょっとこれ大きいかな。真ん中から穴あきトングでパクリ。カバロウにはビールがよく合う。ここで落ち着いてるのは泡だけ。俺はまだまだ落ち着けない。黄金の水がごくごくごくと喉を滑っていく。歓声が上がる。うまい。野生の緑色が甘酢の衣に沈んでく。甘酢にお肉、そして緑の風が吹き、一つの国になる。その国にゆっくりと近づいてくる施設だ。新たな文明の到来。何これ。水餃子サービスやって。まずは一つしっかりとつかみソースへ。これが礼儀やろ。サービス水餃子パク。サービスでいただいたらもうそれだけでうまく感じんねんけど、ほんまもう憎いわ。こういうのが記憶に残ってまた来てまうねん。このテーブルに来たら俺ルール。まずはソースをつけお皿に。来ました。ほんまに今日これ頼んどいてよかった。白いキャンバスに吹き荒れる緑の風。いくらサービスでも単なるサービスでは終わらない俺。いざ。パクチーと水餃子はもともと合わんはずがないからね。完璧な融合。ここまで来ると選んでなんかはいられへん。目についた食材からただ本能のままに箸を伸ばす。そうや、さっきの一杯で結構減ってたんよ。ゆっくり継ぐけど、やっぱりもう半コップもあらへん。じゃあそろそろ搭乗券発見しとこうかな。でもその前に小バロウで美味しくビールを飲まなあかん。左手を掲げると自動的にグラスは透明になる。ザクッと噛んでジュワッとにじむ。口の中で油と苦みが溶け合う瞬間。隠せない名残惜しさに足はチェックインカウンターに向かう。チンタオ行きのチケット購入。ダボン。해전시の恋緊張はごいそうこち並べたらお塗り始まったがたビングクルバラボギマゴゴ小バロウぬくもりが心をプロジュネ緑のバラ吹いて息がし水そう振り返らずげそう回り続けてる물餃子が등을して持ち降りじゃ단단해진 오래 칭다오대 시간이 또 마리목을 흐레르 가이드 모이라 나이 아지가 여행 지수 약했다양 꽃이마 다케가 진실 맛있다 때誰かに 전하고 싶었어そろそろ終盤戦。お世話になったら挨拶回りをせなあかん。よし。もうパクチーはわずか。その上にヤンコチが落ちる。お皿に残ったこの香りこそ今日の集大成がある気がした。十分すぎるほど乗せてやり、パクリ。パクチー苦手な人には申し訳ないけど、やっぱりこういう料理にはパクチーがよう合うのよ。それを舌で再確認できる日やった。この香りに乾杯。だからチンタオをついでいく。あかんあかん。
調子乗ってついてたら最後の一杯できひんからこれくらい。お酒の調整だけはできる男。そしてこいつも小バロウ甘酢の戦士たち。置き土産の最後の二切れ。ビールをぐぐっと一飲み、喉を濡らし甘酢の余韻を迎えに行く。パクリ。久々に食べたけどうまかった。また飲もうとしてる。これだけは絶対に残したらあかん。社長さんからいただいたサービスの水餃子。もちもちとした皮にプルンとしたお肉。箸休めの王様。そしてやんこちも最後の2本。ここまでは熱いと思って串から肉をすべて取って食べてきた。最後のこの2本は半分だけずらす。ラム肉との距離も近づいた俺。そいつをこのクミンのスパイスにたっぷりつけてある。俺の中での最後の意思表示。最後の2本は基本に戻る。まずは1本シャキンとかぶりつく。独特な香りの油が口の中に染み渡る。特別にもう一回服を着させてあげる。名残惜しさと満足感が入り混じる最後のやんこち。マジで美味しかった。さて、そろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。ハルビン経由でチンタオまで来た俺。やんこちにはビール。基本は守る男。だから最後の一滴まで。ここの店員さんも中国語っぽいの喋ってたからそっちの方なんやろうな。串がなくなってもまだ動いてる。また来いよって言われてる気がした。その返事として本日最後の一杯。いや、止まってなかったのはこの機械ではなく俺の食欲やったんかもしれん。ハンデ一服駅にあるやんこちのお店。周りも中国語ばっかりで雰囲気もなかなかええ。しかもここのやんこちは熟成やんこち。うまかった。いやー、大満足や。帰り際歩いてると一つの店を発見。これどういうこと？やんだり羊の足の肉ってことやと思うけど、もう一つ意味あるよね。二股をかけるという意味もあった気がする。どっちにしても火に炙られて熱くなるのは同じらしい。怖っ。さあ帰ろ。ウェイグギンチャイルパンボンデの横を通り、次のマッチに向けてパトロールを始める。ということで今日の食物語はこれでおしまい。チャイルモゴスミだー。